よろしくお願いします。お願いします。どうします？バッサリいきたい。バッサリ行きたいんですけど、ちょっと勇気がまだ出ない。嘘。似合いそうだけど。いやどうだろう。初めて。直毛ストレート。いやこれを9月、去年の9月にストーカールみたいなのをかけて、その前はずっともう癖が強いので、ずっとストレートとパーマを同時にやってもらってました。どうします？勇気を持って。どうしましょう。なんかベース、顔がちょっと大きいので、似合うかなっていう不安と、ちょっとボブっぽいのも気になるって感じですかね。はい、ボブっぽい。全然いいと思います。いけますかね。はい。いっちゃいます。はい。緊張しちゃう。緊張しちゃう。いや大丈夫かなって本当に未知の世界初めてなのでずっとこんな感じです。おお、なるほど。でもやっちゃっていいと思いますよ。はい。じゃあぜひお願いします。確かにうちは結構癖が強い。すごいんですよ。ここがボコボコなの。結構強いですね。いつもストレート。そうですね。これは宿毛矯正必要かもしれないですね。やってました。毛先も曲げたいですよね。はい。ですよね。楽ちんがいいね。楽ちんがいいですよね。やりましょうか。OK。で顔周りもこういう感じ。なんか結構重めボブじゃないですか。気持ち軽くても似合うかも。その方がやりやすいから。どうしましょうか。OK。じゃあ今日はカットとストレートと毛先パーマでいきましょう。ちょっと後ろいいですかね。緊張しますね。緊張します。結構すごいストレートか。今日アイロンしてます？上は。何も。もともと表面はなんかストレートっぽい感じらしくて、中が結構後ろ。ちょっと強いですね。これはちょっとしっかり伸ばしながらいきましょうか。やりましょう。はい。お願いします。今日はボブになります。はい。緊張。大丈夫。似合いますよ。じゃあ早速いきましょうか。OK です。はい。じゃあ今日の施術説明。モネさんご覧の通り結構癖強いんで、内側が表面そうでもないんですけど、ここら辺の強いのはボブにしたら必ず膨らんできちゃうんで、ここ伸ばしつつ、毛先はちょっとワンカール曲がるぐらいのパーマいこうかなと思います。はい。じゃあよろしくお願いします。はい。じゃあ切ります。はい、お願いします。はい、粗切りですね。もうここは気持ちは固まりました。はい、固めましょう。はい、大丈夫、安心してください。じゃあ大まかに粗切りいきます。はい、失礼します。よいしょ。切りました。はい。はい。さあ大丈夫ですよ。結構しっかりした髪ですね。そうですね。いつもパーマとかカラーとかかかりにくいっていう。かかりにくい。じゃあこのまままず宿毛矯正して、もうちょっと短くなります。はい。じゃあ粗切り終わりました。ドキドキの粗切りが終わって、で今日モネさん癖がこの内側ある。でも表面がないパターン。このパターンの方意外に多いですよね。なんで正直表面全くノーアイロンですよね。ノーアイロン。そう、ノーアイロンっていうことなんで、基本的にストレートやんなくていいです。上までやっちゃうと結局なんかこう表面の毛もこうやってツンツンし始めるんで、基本的にやるとことやらないとこっていうのをちゃんと見極めていきます。でここもしっかりシャキーンって伸ばすと全然丸さが出なくなるんで、ほんのり伸ばす。でカラーはしてあるんだけど、ちょっと髪の毛強そうなんで、間を取って2対1、リッチ U の2対1でペーパーでやります。で時間差で毛先っていう感じでいきたいと思います。お願いします。もう軽くないですか？もう軽い。そう、軽いでしょ。そう傷んでたんで。そう、なんかちょっとダメージがありますね。でもやっぱ基本重めの方が良さそうじゃないですか。そうなんです。重めの方が好きなのもあって、癖が出てきちゃうからいつも重めにしてる。じゃあペーパーでストレートいきます。アルミのペーパーテックですね。でまず襟足はやらなくていいです。丸くしたいで癖もそんなないんで楽ちんにしますよね。はい。僕のことは知ってたって。はい、妹が「ともちゃん見てすごい人がいる」って LINE で YouTube 送ってきてくれて、おお広まったありがとうございます妹さん。広まってでお試しで行ってこいってまず言われたんですけど、全然予約が取れなくて、そうすいません本当なかなか。
言ってでもずっと YouTube とかファンで見てて、おー、ありがとうございます。そしたらインスタでそう今回モデルさんを募集してみたんですよ。もうダメ元でやってみたら、選ばれたので。最初ね違う日程の募集でしたよね。はい、インスタ募集見ていただいて。そうなんです。それで意を決して応募してみたら選んでいただいてありがとうございます。いや本当全然ちゃんとやりますよ。いい感じに妹さんに胸を張って言えるように。はい。伊代さん向けのチャンネルなんですけど結構一般の方も見ていただいて。そうですよね。妹もおすすめで出てきた。本当に。YouTube さんありがとうございます。確実に登録者の人もちょっとずつ増え始めて。すごいですよね。なんかこれ本当にいきなり始まるんです。そうなんです。打ち合わせも何もないんです。打ち合わせないです。打ち合わせないです。そう、すごくないですか。びっくりしました。入店してもう2分後にはじゃあお願いしますです。始まってると思う。そうなんかもうあれなんですよ。リアルなサロンワークを取りたいから。そうですよね。じゃあここ喋ってくださいっていうのをやるとやらせ感出る。でもそれやってなくてもなんかうちのシャンプーとかをすごい宣伝してくれるやらせ感の人もいるんでありがたい。まあそれはそれでありがたいですけどいますよね。野さんもありがとうございます。岩崎も元気にやってます。最近人気すごい。人気なんですね。そうなんですかね。女性ファンがすごい。なんかいつもそこ誇張しますよね。お前に別に男性人気はねえんだぞみたいな感じの言い方いつもしますよね。なんかいりますその誇張。すごいから。すごい失礼ですよね。女性人気が。ほら。でも女性に嬉しいですよね。そうですね。なんかでもお前だって俺のこと男にモテますよねみたいなこと言うじゃん。一緒。なんですか？女にモテないけど男にモテますよね。女にモテないは言って覚えない。嘘、俺はもうずっとその変換してる。もうそれは意外もうるさい。ひどいですよね。仲いいですね。いや全然最悪ですよ。よくないです。最悪です。仲いいことといえばさっき一緒にケンタッキー食ったぐらい。それぐらいしかない。うるさいんですよ。ケンタッキーが食べたい。ケンタッキーが食べたい。硬くなりますよね。頼みゃええよ。ここら辺いらないかな。あんま気にならないですよね、癖。そこは気にならないですよね。もみあげ一線外して2枚。もみあげ一線外して2枚。だね。このストレート初めてですか？紙使ってやるやつ。これってピンポイントに効かせられるんですよ。しかも弱い薬でもちょっと伸びが良くなる。なんですごい癖の強い人でもダメージしやすい人とかだと弱い薬を使ってペーパーで伸ばす。美容師さん向けに言うと応力緩和を使ったストレートですね。要は伸びてるところに一液が乗っかってるとあとのアイロンが楽になる。そんな感じでちょっと一回止めなさい。はい、こんな感じで塗り終わってますね。ネープ一線外してます。ここですね。この一線やっぱ癖そんな強くないんで一番ボブの丸みを作るところアウトラインは外したいなと思ってもみあげも一線外してますね。であと癖の気にならないところですね。この表面一線とこの顔周り結構癖がないんでなのに宿毛矯正やっちゃうとどうしてもダメージの原因になったりとかすごいシャキンとした毛先の原因になって今実際ちょっとなってるんですよね。少しシャキッとしたような感じになってるんでこれが柔らかい丸ができるようにしていきたいかなと思います。とりあえず毛先の薬塗る前にこれでお時間置きます。はい、お疲れ様です。はい、行きましょう。はい、じゃあ外していきます。よいしょ。ちょっと見てみましょうかね。だいたい6割なんかぐらいですかね。やっぱ髪の毛しっかりしてるんで。でもぶっちゃけこれで流してもいいぐらいなんですけど、今日はパーマ行きたいんで、まずパーマ前、インフォームですね。インフォーム、促進剤兼結合強化剤って言って、結合を強化してくれます。湿鎮結合だったり、要は髪の中の結合っていうのを強化する、そういう処理剤になっています。なんで、すごいハイダメージ毛のお客様とかは、家でシャンプーに2、3プッシュ混ぜて使ってもらうことによって、髪の毛がすごい強くなって、ハイダメージ毛、ブリーチ毛だったり、エイジングの宿毛矯正毛だったりっていうのが、すごい張り腰のある髪、そして次回のパーマカラーに耐えられる髪っていうのを作ってくれます。で、まずこれをつけます。そしたら、今日カットするラインを見極めて、その見極めたところあたりの毛先がワンカールするように薬をつけます。なんで襟足は全部つけました。で同じく21でいきますね。この時根元ちょっと足し塗りができればいいかなと思ってます。こんな感じ塗ります。根元を少しなじませながら毛先のところあたりに優しくなじませる。でもう毛先は正直宿毛矯正かかってて、さらに結構しっかりめのアルカリ宿毛矯正がかかってそうなストレートなんで、時間は5分、塗り終わってから5分でもう流しちゃいます。正直今日かけるパーマ自体もそんなに強いパーマをかけたいわけじゃないんで、曲がってくれればいい、それぐらいだと思うんで、それぐらいでいきましょう。はい、じゃあ飛ばしちゃいます。はい、流し終わりました。じゃあこのままカットしたいと思います。
似てる。カメラをよこせ。よこせ。はい、お願いします。こんな感じです。もうドキドキも何もないですよね。大丈夫ですよ。いい感じになります。じゃあ失礼します。下向いてください。はい、カット解説いきます。はい、こんな感じでうねりだいぶ取れてます。2対1。トータル2対、根元は15分ぐらい置いたかなって感じです。よし、行きましょう。はい、じゃあ今日モデルさんがボブにしたいということをバッサリ切りたいということなんで、まあ今もう粗切りでこう切れてるんですけど、切ります。で、ただ宿毛矯正してあって、毛先レザーで行きたいんですけど、ボブだったら、ただ矯正しちゃって今軟化してる状態なんで、ここレザーで行くとなかなか綺麗にいかない場合が多いんで、ここはシザーでチョップカットでいきます。はい。で、結構髪の量もしっかりあって、張り腰もあるんで、重めボブが多分お好みなんでしょうけど、ちょっとだけグラデーション入れて、少しカールの重なりっていうのを作って、あんまりつかないでも少し動きのある軽さの出るボブにしたいかなと思います。どっちかというとセニングで攻めるんじゃなくて、グラデーションで軽くしていくイメージですね。まず下をチョップカットしたら3つ襟のところを C シェイプで落とす。で、ここのセンターのところですね。センターのところも C シェイプで落とします。そしたら次、もういきなりグラデーション入れていっちゃいましょう。こうして縦スライスで、これがワンレングスなんですけど、ここをすごいほんのちょっとグラデーションの角度を少し上げる。そうするとほんの少し、ちょっとこれだけですね。これだけのグラデーションができるんで、これパーマかかるとちょうど良くなると思うんで、このグラデーションをキープしていきます。縦スライス。アウトライン絶対切らないように、縦スライス。で、ここまで横まで来たら、またアウトラインを切り直して、縦で後ろに引いて、はい、グラデーションを入れる。これの繰り返しですね。縦スライスでグラデーション入れる。で、アウトラインをしっかり前下がりに決め込む。基本本当にすきたくないんです、僕今日。ただ、少しでも軽さを出さないと、本当にこけしみたいな重さになってしまうと、バランスが悪いんで、これでいきます。同じく、グラデーションの角度は変えずにいきます。引っ張って、で、アウトラインをもう一回設定し直して、グラデーション、引いたグラデーションですね。で、前の方はワンレングスになると思います。後ろに引いてる分、グラデーションがどんどん下がっていって、前の方はワンレングスになるっていうのが狙いですね。同じく、よし。で、ここら辺の癖、一番強いところですね。ただ、癖全部取る気は全く今日ないんで、少しスタイリングしやすくなればいいかなぐらいですね。ここをね、シャキンと取りすぎちゃうから、毛先がシャキッとして内巻きに入らなくなるんで、ここは絶対的に癖取りすぎないようにいきましょう。で、いらないところには薬すらつけないがおすすめです。引っ張って、グラデーションのラインそのまま、グラデーションのラインそのまま。はい、そのまま、綺麗に。はい。で、毛先が軟化してるんで、パーマもかかるっていうのは今日の方法ですね。よし。こうして、はい、アウトラインを切ったら、そこにグラデーションを入れる。逆ですね。よし。縦スライス。じゃあ、グラデーション横スライスで入れないのかって言われるんですけど、横スライスで入れると、横にボリュームが出るカットになるんですね。縦で切ることによって何がいいかっていうと、しっかりとボリューム、いらないボリュームっていうのを取ってくれるんですね。それを狙ってます。だから僕結構縦スライスを対応します。横スライス多いんですよ、やっぱり。あれってでも、それこそイダルサスンのカットが元になってると思うんですけど、横スライスで作るグラデーションって多いけど、日本人の髪には意外に合わないんですよね。日本人の髪にやっぱ多くて太くて硬い。まあそうじゃない子も多いですけど、やっぱりメインはそうなってくるんで、そうなった時にそのボリューム感だったりとか手を収めるのはやっぱり縦で切っていった方が収まりはいいかなと思います。でトップも同じくグラデーションですね。こうやって綺麗にコーミングして切っていきます。はい、そしたら、はい、横まで全部アウトラインを重ねていっちゃって切っていきます。よし。切りました。ナイス。絶対いいじゃないですか。はい。人生でずっとロングですか？でもずっとあんな感じ。ずっとあんな感じ？前はね、作ったり作らなかったり。あ、そうなんだ。じゃあもうびっくりするぐらい変わりますね。よし。で、左右揃ったら、次、グラデーション。ちょっと一回アウトラインチェックしますね。そしたら、縦スライス。ショートの切り方とそんな変わらないですね。縦スライスで、はい、後ろのガイドに合わせる。ここですね。
合わせて、であとはもう全部いい跡に引いちゃいます。まあ基本的に短いネングスの切り方、僕全部これです。で顔周りにレイヤーとか段とか動き出したいんだったらドライで入れる。それが一番顔に合わせやすいかなと思います。イヤーというの位置で後ろのガイドに合わせて切ります。よいしょ。そうすると横はワンレックスになります。よいしょ。後ろのガイドを見ながら、はい、はい、大まかに切り終わって、はい、そしたらインサイド入れていくために、このイヤートゥーのところを前に C シェイプして内側出てきた角を取る。はい、逆も一緒です。そうするとどんどん内に入りやすくなります。毛先が宿毛矯正で結構硬くなって、内に入りづらい状態なんですけど、カットをまずこれにしてあげてからパーマっていうイメージですね。逆サイド同様ですね。インサイドのこの角を落とす。逆も落とす。ごめんなさい、失礼でしょう。はい。で、トップを前に下ろして、よし。そしたらトップの角、グラデーションに切ってるんで、角出てくるんで、角絶対落としきらないでくださいね。角残ってていいぐらい。ただ、ほんのちょっと。我慢が大事です。よし、乾かしちゃいましょう。で、まず、中間処理ですね。ミルボン HP とキャラフェクトのコネクタの10倍希釈ですね。で、乾かします。はい、乾かし終わりました。もうハンドブローですね。ハンドドライですね。なんで、こんな感じ。もちろん、手先シャキンってしてるんで、まとまらないです。これもう、全然、パーマかかる前提で切ってるんで、安心してください。これで、ちなみに、手先だけ少しチョップを入れて、アイロンしちゃいます。さすがにブラントの状態では、今日は返せないんで、手先チョップを、ある程度入れて、櫛の抜けが良くなったりとか、あとはパーマ、ワインディングしやすくしておいてあげて、で、アイロンしましょう。ブラントすぎるところというかね、毛先の厚みだけ少し取ってあげます。これの作業なんですけど、どうしても完成形が今まだ全然見えないと思うんですね。完成形が毛先のシャキンっていうのと根元の癖が相まって見えないと思うんで、これはもう完全経験ですね。ここの毛束にこんだけの量があったら巻きづらいとか、そういうのをやりながら。なんで僕結構デジタルパーマで巻いてから表面ストレートとかいう動画も出してるんですけど、これはもう完全にアイロンして終わった後にもう一度濡らしてデジタルパーマのパターンですね。これが一番難易度は高いかなと思います。もう大まかで大丈夫ですけど、取りすぎないように。で、この後アイロンするんですけど、毛先はしないようにしてください。根元の癖の強い部分、ここですね。この癖の強い部分だけアイロンして、その後パーマいきます。アイロンいきます。でも毛先デジタルパーマは結構やったことありますよね。ずっとやってました。デジタルパーマのストレートとパーマを同時にやるみたいなのは2、3年ぐらい前までずっとやってて、最近やってなかった理由は？最近は、すっごい時間かかる。だから確かに5、6時間いやーですよね、でちょっと挫折し疲れちゃって、でなんかストッカールみたいなのあったので、ストッカールってなんだろう、他の美容院行ってみたんですけど、あんまりうまくいかなくて、カールがそんなに全然もう次の日ちょんっていや今日ついてなかったなと思って、そうですよね、ちょんってなっちゃっていけないなと思ってちょろちょろやました。美容院を転々と。うち、これ2時間ちょっとでできますよ。信じられない。そうずっと本当に10年間ぐらい、6時間コースで。いやーきついな。しかも結構お金もかかりますもんね。ですよね。でパーマカラーは別日？別日で、そうなんですよね。やっぱそれは現実的に難しいんですか？一緒にやる。一緒にやるの全然可能ですよ。ただ今日みたいに切るじゃないですか。そうすると毛先が近いじゃないですか。そうするとできれば今日本当のこと言うとカラーでも大丈夫なんだけど、毛先初めてのパーマだからちょっとパワーがいるんですね。なんで根元リタッチぐらいだったらまだ大丈夫なんですけど、毛先の方までカラーを乗っけるっていうのはちょっと難しいかな。でも宿毛矯正とカラーは僕はもう毎回一緒にやっちゃいます。やっちゃいます？やっちゃう。そうじゃあ次からは一緒にできます？全然できる。そう毛先のパーマがなんかそんなにダメージがまだ初回だと分かんないんですよね。でも基本的にノンアルカリの宿毛矯正なんで、うちが使ってるのって普通にその後にアルカリのカラー剤が入ってきても全く問題ない。毎回断られてたのでですよね、そうなっちゃうな。確かに根元のカラーだったらできますよ。もちろん毛先までじゃあ色を暗くしようとか明るくしようはまずできないですね。できないというかやらない方がいいです。
できなくはないけどやらない方がいいかな。癖もねなんかそんな広範囲じゃないから、なんか難しいというか、ほんと後ろなので一見わかんないんですけど、手触りとかそうめくるとちょっとびっくりしました。手触りねボコボコしますよね、このぐらいあると。だから半分ぐらいになればいいかなぐらいの宿毛矯正ですね。正直だってシャキーンってしなくていいんじゃないですか。今日いらっしゃった時って結構シャキーンってしてたからなんか尖ってましたよね。そうなんです、いつもだから頑張って巻くんですけど、2時間ぐらいじゃないですか。はい、もうただ炒めてるだけの。せっかく5時に起きて頑張って。5時早い。会社早いですか？会社が8時からなのでちょっと早い。早いですね。8時から早いね。早いですよね。でも終わるのは4時半なので。めっちゃいいですね。いい会社だ。8時から早いって思ってんですか？8時から今早いって思ってるってことですよね、今の感じだと。だってうち9時からじゃん。9時から営業で9時に来るバカがどこにいるの？おい8時に出社じゃないですよね、だって。そうですね。準備もあるですよね。ほら。何ですかそれ？恥ずかしくないですか？ちょっと待って。でも4時に終わるからいいな。いいですよね。いいですね。それはちょっと羨ましいですね。明るいうちに帰れるじゃん。そうなんです。でもやっぱ疲れちゃうからすぐ寝ちゃうんですけど、朝早いから。なるほど。うちなかなかなんですよ。なかなかです。9時。そう見てびっくりしました。すごいロングラン。ロングランです。すごい体力あるんですよ。はあ。ちょっとアイロンやらしてもらってもいいですか？どうぞ。体力温存してもらって、左ちょっと濡らしといてもらっていいですか？やだ。4時に終わるとでもなんか4時半か、もう飲食店とかめっちゃハッピーアワーじゃないですか。そうですよね、でも今こんな時代なので。でもその時間は今結構やってないですか？やってます。ダメって言われてるんです、会社からそういう飲み会。そうなんです。厳しいですね。じゃあしょうがない。直行直帰です。直行直帰。岩崎みたいな。直帰です。もう長いですもんね。出歩かない。遊びにすら行かない。行かないですか？飲みにも行かない。帰ります。帰って YouTube を見る生活です。帰ってとりあえずすぐお風呂に入り、ちょっと YouTube を見ながら携帯をポチポチし、11時までには布団に入りたいという願いでいつも生きてます。11時に寝てるんですか？それまでには布団に入りたいって自分でタイムリミットを決めながらせかせかと動いてます。偉いですよね。11時まだ家に到達してないですもん。そうなんですか？先に帰ります。よし、じゃあ巻いていきます。じゃあそんな感じで巻いていきますね。こうやって根元の癖だいぶ伸びてると思います。で、このネープ2線がやっぱ難しいというか、カールつきづらいんで頑張りましょう。で、まずここ。ロット巻いて、ネープ2線というか一番難しいのは一番下ですよね。だからそこをいかに綺麗にかけるかになってくると思います。ここですね。ここきっちり一番細いロットでベルトも巻かないでしっかりとかけます。グッと。で、基本乾いてたら間違いなくかからないんで、ちゃんとペーパーが濡れないようだったら、しっかりと、これお湯ですね。濡らしちゃってください。ペーパーがちゃんと濡れるぐらいまでは水分量が必要です。よくデジタルパーム水分量って言いますけど、これが一番の目安ですね。ペーパーが濡れるか濡れないか。で、この一番かけたいこの襟足2線まではしっかりと水分量を、濡れないとちょっと足りないんで、濡れすぎてても確かに乾きが悪くなってガラス化が行われないっていうデメリットもあるんですけど、ここの2線に関しては濡れまくってて、さらにちゃんと水分足してあげる。最後ちょっとお湯足しておきますね。巻き終わるまでに少し乾く可能性がある。そしたら上ですね。でまた少し濡らしてあげて、ボブはゴム跡つけないためにリバースカールでいきます。じゃあね、ここから先はもう延々と巻くんで、一回カメラ置いちゃいます。カットが8割ぐらい終わって、ストレートが終わって、で、今、1時間15分。すごい。そうなんですよ。今までの5、6時間は何だったいや、でもね、気持ちわかる。わかります。わかる。まず、ちゃんとプレシャン、最初来ました、シャンプーします。でやって、そこからカットします。で、宿毛矯正の薬つけます。とか、いろいろ合理的にやらないと、この速さはいかないかな。この合理的って大事で、結構そうなんですよ。すごいスタイル気に入っても、5、6時間だと、そうやって挫折しちゃうじゃないですか。そうなんです。本当楽だし。美容院苦痛っていう時
時点でどうなんだそれはってなるから、朝行ったのに今日終わってるみたいな。そうそうそう。よっぽどね、なんか美容院で仕事できるとかだったらね、仕事中に行っちゃうけど、そう6時間っつったらね。まあこの毛量なのと、その人は一切すかない人だったので、多分めちゃくちゃ重いし大変だったと思うんですけど、だから本当5、6時間。で次の日、2日空けてからだったので、大体7万ぐらい。おお。あーお前全部リバースだこれ。バカ野郎。あれ言ったっしょ。それは言ってね。いやカメラに言ってた。言ってことはお前聞いてるでしょ。カメラに言ったら私はもうカメラの映像しか見てない。いつも映像のピントしか見てない。僕はリバースじゃないですかいつも。よいしょ。名カメラマンはピントに命をかけてる。もうそこしか見てないんですから。あんまり話は聞いてない。話を聞け。どうやってお客様回してるんですか。うちですか。こんな予約いっぱい。あでも2席しかないじゃないですか。だから2名しか入んないんですよ最大で。交互に。交互っていうか同時もあります。同時。はい。で2人いるじゃないですか。だから1日12名ぐらいは。あそうなんですね。詰め詰めですね。いや詰めないとよりみんな取れなくなる。そうですよね。はい、こんな感じで巻き終わってますね。時間は70度、90度、80度の、段階制で735ですね。しっかりといきましょう。そんな感じです。コミュ。はい、じゃあ時間置きます。はい、じゃあ時間経過したんでコード外してクーリングしてジュワしましょう。もう説明不要ですね。フェルト外してクーリングしてセカンドローション、ルテマセカンドローションのオキシタイプでいきます。この時ロットが外れないようにご注意してください。ワンカールなんで外れやすいですね。はい、じゃあ行きましょう。で5分経ったんで一応乾燥を防ぐためにもう一回つけてる感じですね。じゃあアウトします。はい、バッチリワンカールですね。さあ完璧な。来ましたね。シャキーンなくなりましたよ。さっきまで親方様みたいな鬼滅の親方様だな。今大丈夫です。はい、でなんかブローで内巻きとかでもいいし、あとはなんかせっかくのカール生かしてちょっと外羽とかもありかもしれないですね。そうするとね髪の量がちょっと少なく見えるんですよ。外羽の方がちょっと膨らみやすい人にはおすすめのスタイリング方法だったりするんで、ワンカールしてるだけでいろいろできるから、もう宿毛矯正でそれこそいろんなスタイルを作るの諦めてる人とかこの動画見たらもう鼻血出ちゃうかもしれない。なんだよ。何も言ってないですけど。鼻血って顔してた。気のせいです。ありがとうございます。そんな感じで流しましょう。はい、お願いします。はい、すみません。流しません。正直に言おう。1工程抜けてました。根元の中和ですね。同じくこのセカンドローションそのままいっちゃっていいです。根元、宿毛矯正した部分の中和ですね。をしっかりといきます。はい、バーッとつけて、軽くコーミングで以上です。宿毛矯正した部分にちゃんと中和ができるように。良さそうじゃないですか。いい感じですよ。じゃあこれでちょっとだけ時間を置いて流しましょう。はい、バッチリ喋っちゃった先に可愛いですよね。こういう外羽な感じとかも結構できる、両方できる、全然できる。なんで基本今日も透かないようなイメージでいきたいかなと思うんで、こういうちょっと動きのある感じっていうのを作って、この顔周りはまだ切ってないんで、切っていこうかなと思います。じゃあ乾かす前に PLT のミストですね。よし、髪質改善ミストつけて、不安が消えましたね。いい感じ。オイルつけて、で巻いてもいいし、例えば外羽に巻いていろいろ動き出してもいいし、こういう感じでこのパーマの状態をちょっと生かして少しスタイリングしてもいいし、どっちでもいけるからちょっとおしゃれだと思うんですよね。短時間でかかると思う。そう、まだだって2時間、3時間、2時間、今5時。おお、もう6時間いらないですよ。なんなら今日ちょっとこの撮影の時間の関係でカラーできなかったけど、根元のカラーとかだったらプラス15分ぐらいです。そう、よし、乾かします。はい、ブローしてないです。すごい。そう、してないですっていう証拠としてブローしてませんって言ってもらってですか。いや、そう、むしろこの濡れてます。この感じで、今内巻きにもしないんですけど、こうやって乾かすと綺麗に内に入ります。あんなにシャキンとしてた。本当に。そう。そうそう。今日はね、どっちかっていうとスタイリングで少し外に跳ねさして、なんかより柔らかい動き出したいから、今日はちょっとこのままただ乾かしただけで、毛先まだ濡れてる状態で、後でちょっと濡らしてから軽く
くちょっと巻いてでオイルつけて乾かそうかなと思うんで、前髪いきましょう。前髪とあとはここですね。ここ左右意外に違うんですよね。ここは顔の形をすごい補正する一番大事なところなんで、しっかり切ります。はい、いきましょう。結構変わりましたね。すごい。なんか自分じゃない。そうでしょ。人生初ボブ。初ボブです、本当に。しかも結構おしゃれ系なボブにしてあるんで、人生変わりますよ。人生変わる。みんなの反応が楽しみ。ね、超楽しみ。しかもスタイリング簡単そうじゃないですか。だってまだ。できね、乾かしただけで。そう。すごい。それが一番悩みです。あ、でしょ。次の日洗った後が問題。そう、大体ね、美容室行くとうまくいくんですよ。できますよね。はい、みんなスタイリング上手だから。僕はもう再現性死ぬほどこだわるから、僕が超適当なんですよ。頭濡らして乾かしてちょっともう一回スプレーで濡らしてムースつけてるだけなんで、それこそのクオリティです。そうだからできる限り簡単にスタイリングできないと嫌なんで、前髪はちょっと邪魔ぐらいの、でもこれ邪魔すぎですね。もうちょいあんま短すぎない方が似合うかな。これぐらいどうでしょう。はい、OK。そしたら大事なのはここの毛です。あとここがハゲてる。はい、絶対に出ないようにしましょう。そうここでしょ。ここ。そう。お父さんが M だから。お父さん待ってお父さんかわいそうだから言わないであげて。まあちょっとこう耳にかけた時とかにできる限りこいつがこう横に出ないようにしましょう。でここの毛が両方分厚いんでもう少し取ります。はい、じゃあ行きましょう。この今決めた前髪のラインからゆっくりハサミを閉じます。そうですね。はい、逆サイ行きます。よし、OK。そしたら前髪と一緒に合わせて、お、いいんじゃないですかね。でもう一回この後ろとも合わせます。馴染みを良くします。よいしょ。一気に見る。すごくないですか？そう、この顔の抜けはね超大事なんですよ。よし。おお。ちょっと毛飛ばしますね。よし。ノンブロー、でスタイリングしましょう。一回こうしてあげて、後ろ宿毛矯正の部分触ってみてください。ボコボコなくなったでしょ。そうなくなりつつこの半乾きの状態でもこんな感じで、パーマさんざらつきがないでしょ。それが嫌だなと思ったんです。いやそうなんですよ。ざらつかせないようにいろんな処理剤つけたりとかいろいろやったんで、まずオイルつけます。アローディアのデンスオイルって、もうある程度手で乾かすだけでいいです。手で乾かしてそうまずオイルをつけます。なんならちょっと濡れててもいい。アイロンするときはある程度乾いてる方がいいかな。濡れてる時だったらオイルつけてそのままほっとけばそれっぽくなるんで、オイルつけるとボリューム感も収まるし、でなんとなく 32mm のコテで細かくこういうのとかを全体を外羽にするというよりは毛束を取ってあげてちょっとニュアンスをつけてあげる。変わりましたね。すごい。いい感じ。そうニュアンスをつけるイメージですね。そうすると癖とかが出ても全然可愛いし、結局髪の量自体はやっぱりちょっと多いじゃないですか。多いです。そう多いながらに少なく見せるにはやっぱりこういうちょっとラフな質感にしてあげちゃった方が可愛いしいいんですよね。だからちょっと濡れてる感じ、質感作ってあげつつやってあげると。色が抜けてない。色抜けてないですよ。アルカリ宿毛矯正して、そっか、今まで宿毛矯正いっぱいやったから、色の抜け方とかが気になるんですよね。気になってたんですけど全然大丈夫。アルカリの宿毛矯正じゃなくて全部ノンアルカリなんですよ。アルテマっていうパーマ液なんですけど、それノンアルカリだから色も抜けないんですよ。だからカラーも別にそんな気にならないんですよ。思いました。今日いらっしゃった時と多分そんな変わんないけど、根元がほんのちょっと伸びてるかなぐらいですね。もう一個ちょっとおいでつけますね。この柔らかさ、最高じゃないですか。そんなについてないのに。もう顔周りしかついてないですからね。バッチリ。オッケー、お疲れ様です。はい、ちょっとじゃあ全体を見ますか。こんな感じです。おお、自分でなった。すごい。そう、なんかナチュラルじゃないですか。だからすごいブローしたわけじゃないし、本当ただバーって乾かしただけだから、僕結構がっつりブローするんですよ。いつもがっつりブローしてちゃんとスタイリングするんだけど、今日一番再現性を見てほしかったんで、もう本当に自分ができるぐらいのレベル、いいんじゃないですか。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
もう別人ですね。別人でいい感じ。いい感じそうで。今日はちょっと癖をまず取りつつも毛先のシャキンとなったところを丸くするパーマで、以前の動画で丸くするメインで表面癖を取るっていうのをやったんですけど、今回内側の癖が結構強いモデルさんだったんで、宿毛矯正をしてから濡らしてデジタルパーマ、そのパターンでいきました。でも2時間半はかかってないですね。撮影しながらでそれなんで、大体まあ通常用のサロンワークだったら2時間から2時間半でできるかなと思います。あとはもうカットのスピード早めてグラデーションにして可愛い感じで。おー、妹さんありがとうございます。ありがとうございます。本当ね。なんでこんな感じでちょっとイメチェン動画撮りました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上です。お疲れ様ですお疲れ様でした。ありがとうございます。バッチリじゃないですか。すごい。思ってたのと全然違いました。本当？いい方向で。もっと老けるかなって思ってたんです老けさせるね。若返りそう、ちょっと耳にかけたりとかすると、なんかそう。すごい。そうするとここのカットも効いてくるんですよ。バッチリ。お疲れ様です。はい。じゃあご準備ください。幸せ。はい、ありがとうございました。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ツインテールの野菜さん。お疲れ様でした。モデルさんからいただきました。はーい。スタバカード。これティーよく飲みますんで。一番飲むの何？ココア。スタバの必要。いや、飲みますよ。新作のチョコレートとか飲みますよ。でも本当にありがたいです。ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じでまた。